初に皆さんにお伝えしたい&ちょっと聞きたいことがありまして、青春 TV のこの LINE アカウントにこのいろんな投書箱を送れる部分があって、そこからちょっととある視聴者さんからこういう声があったんですよね。半年ごとにやってるこの聖夜部リニューアル会議で、なんか最近あれまたやらないんですかって、もうそろそろそれをやる時期ですよね、なんでやってないんですかっていう声があったんですよ。実際この聖夜部リニューアル会議、一軸のね教会の聖和圏に対していろいろ声を聞いて、どういうふうに教会を変えていこうかっていうのを、聖夜部長なり信と呼んで話し合うような番組なんですけど、結構すごく人気で、どんどんそれでこう成長してるっていう声も聞いてきてるんですよ。でプラス各教会でこの聖夜部リニューアル会議を教会バージョンでやってるところも結構増えてきたんですよね。はい、もし過去回ご覧になりたい方はちょっと限定公開なのでLINE 登録してる人は過去回から見れるので、ぜひ皆さんご覧ください。で今年に入ってまた皆さんやりたいですかっていうことをちょっと、問いたいと思います。ぜひちょっとまた聖夜部リニューアル会議を今後もやってほしいっていう方はですね、ぜひ今回のこの YouTube に下の方にですねグッドボタンあるので、グッドボタンみんな押して教えてください。まるちゃんはーい、ぴょーん。来ましたまるちゃん。ちょっと気になることがあるんですけど、いやもう完全にね干されたかと思ったんですよ私。何今日来てんじゃんだって。いやだからよかった、ほっとしてるんですけど、いやこの前見てたら普通にもうかなさんと田中会長がなんかねはーって言いながら、なんかいやもうまさしくそれを見ながら私はーでしたよ本当に。そうね、田中会長とねハーゲームやってでしょ。してましたよ。めっちゃしかもかなさんグイグイ言ってるし楽しかったな。てっきり田中会長と会えるんかな思ってたら、なんかねお呼びかからず、もうだから完全に干されたと思ってたんですよ。だから確かに回ね、まるちゃん呼ばなかったよね。呼ばれなかったですね。いやもうだってね、田中会長もね話をいっぱいしたいことがあっただろうし、私もたくさん聞きたいことあったし、もうゲームもしたかったし、もういろんなやりたいことがありすぎて、ぶっちゃけこっちの事情でこの尺が収まらんのよそれで一番やっぱりこのカットするべきとこって言ったらまるちゃんの前後かなみたいな。なんでやねんそんなだってね、なんかいらんくない。恒例や言うてたじゃないですか本当に。いやもうそんなねやってる時間ないから、もったいない大丈夫。今日は一番最後にまた写真で一言やってもらうので全然大丈夫です。今後もよろしくお願いします。ほんますか。なんかね、もうなんかレギュラー化してるとすごく、あれなんであんなんやらねあけんねんと思ってたけど、意外となんかちょっと間置かれると、あれなんか最近全然やってへんなっていうやってみるとやっぱり寂しくなっちゃった。なんかね、なんか皮肉にもそんな感情が湧いてきてる。なるほど。OK、じゃあまるちゃん今日も最後よろしく。なのでちょっと気合入ってます。お、すごい。じゃあ皆さん今日は一番最後まるちゃんのとんでもなく面白い何も期待しないでください。があるので最後までご覧ください。それでは行きましょう。第14回今中かなの今何かなです。どうぞ。今中かなの今何かな。はい、それでは本日のテーマはこちらです。解散命令請求には民法が含まれる。非公開審理にはどのような影響がある？
ということで、さまざまなですね見解を語ってくださいます。もう皆様おなじみの本日今村義孝さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今村さんお久しぶりです。お久しぶりですと言っても4回目。そうですね、ちょくちょくやっぱ結構合いますよね。4回出てるって、うん、多分一番出てますよ。もうダントツ過去一ですよようやく今かなの番組も十数回行って、やっと2桁になったんですけど、かなりの割合ですからね。確かにかなりの割合を占めてると。そうそうそう。この10万円の過料の件でちょっとお話ししてくださると思うんですけど、過料決定もう決定って言って速報出た日って3月4日、はい、ですよね。出たその知らせが受け取った日は3月4日で、ああですよね、はい、私も携帯で見てうわ出たと思って、よくよく考えたらその日って田中会長の誕生日はいはいはいでしたよね。そうでした。だからすごいプレゼントやんとなんで今日って本当いやびっくりしましたなっててね。でも良かったのが、はいはい、あれ決定文見たら右上に決定文が出てる日付が書いてあるんですけど、3月3日でした。おー、よかったねちょっとね確かにそれまで3月4だったらちょっとそうですよね、はい。いやこれなんか田中会長誕生日でおめでたい日なのにどうしよう、なんかおめでとうございますって連絡していいのかもわかんないしなんか本当ですね。なんか国知ってたのかなそんなことないか。そんなことないと思います。特大のなんかプレゼントをやるぜみたいな違いますよね。違います。最高裁の決定、はい、あったと思うんですけど、そこのポイントがあればちょっと教えてください。法令に違反した宗教法人しか解散しないと、でその法令に民法が入るのかみたいなずっとなんか話してたじゃないですか。争ってましたね。はい、それが入るみたいな感じなんですよね。今はですか？ポイントとして最高裁はちょっともやもや言っていまして、それが一応いろいろすっ飛ばして言うと入ることになったらしいっていう感じです。民法が入るというのを最高裁が言ったわけじゃなくて、最高裁は普通、法令に違反してだったら何法の何条に違反したかみたいな、そうですよね、言うじゃないですか。で家庭連合の場合は不法行為が問題になっているので、不法行為って民法の709条っていう条文なんですよ。もうなんかねよく聞く最近よく聞くようになりました。もう嫌だけどなんかねいろいろ勉強すると本当ですね。その民法709条に違反したって最高裁が書いてたらまだちょっとすっきりくるじゃないですか。そう書かずに不法行為が法令違反行為に当たるって言ったんですよね。ちょっとこれやっぱ最初から言った方がいいと思うんですけど、法律ってなんかコップみたいなイメージなんですよ。で事実が水みたいな感じで、法律で用意されてるこの法令に違反してっていうコップにこう事実がこう満たされたか、溢れたら効果が発動するんですよ、法律って。分かりやすい。例えば、その法令に違反してっていうでもう一個ありますけど、著しく公共の駆使みたいな、この2つのコップを水で満たしたら解散っていう効果が発動するんですね。家庭連合はじゃあ不法行為をしたから709条違反をしたということで、この法令に違反してっていうのをクリアすればいいのに、709条違反っていう言葉は決定文読んでも一回も出ずに、不法行為をしたよねと、だから法令に違反した行為をしたよねと言ったんですよね。家庭連合で問われてるのは不法行為、で、最後は一つ目のコップの法令に違反した行為っていうのに不法行為が当たるよって言いたいと。で最高裁はこれをすぐ当たるよって言ったんじゃなくて一つかませてるんですよ。不法行為っていうのはこれ書いてあるんですけど、一定の法規範に違反する行為だから、法令違反行為であるって言ったんですね。で不法行為が一定の法規範に違反する行為っていうのは
どうやらいろんな弁護士の先生のお話聞いても、これは合ってそうなんですよ。合ってそうというと失礼かもしれないですけど合ってそうなんですね。当てはめられそう。当てはめられそう、でも一定の法規範違反の行為が、法令違反行為に当たるっていうところが、合ってなさそうなんですよね。へー。法令って法律と命令なんですよ。法令だから。なるほど、法令ね。で法律と命令って実定法規、実際にある法律、民法とか刑法とかなんですね。法令違反の行為って言ったらこれ違反なんです。法律命令違反で2個ぐらいしかなくて、弁護士の先生方曰く刑事、犯罪ですね。刑事系の違反と駐車禁止とかのその行政取締法規、これ違反系、この2つの違反があると。でさっきの最高裁が言ってた一定の法規範って、もちろん刑法に違反しても法規範だから違反するし、駐禁しても行政取締法規に違反するんだけど、法規範とかもやっと言っちゃうと、実はこの C の不分の法秩序っていうのが入るんですよ。不分の法秩序わかりますか？例えば社会通念とか聞いたことないですか？あります。ありますか？社会通念上なんちゃら、そう社会通念上違法とか、なんかそういう、あと社会的相当性とか、これって法律には一切書いてないんですよね。こういう社会通念法なんてないじゃないですか。聞いたことない。これ常識みたいな感じですかね、もしかしたら。常識ね、はいはい、不分の法秩序、守るべきよ、みんな守るべきだねと思ってるみたいな、モラルみたいな、モラルみたいな感じですかね。それが一定の法規範には入ってるとなると、さっきのこの、不法行為は一定の法規範違反、そりゃそうだねと、だから法令違反ってもし C だけだったら、で家庭連合って実は詐欺罪も行ってない、で不法行為だから、そうか、献金に関して人を騙したりしてないし、暴力して献金を出させたりしてないから、犯罪してないじゃないですか。してないですね、そう思えば。で行政取締法規違反も一件もないんですね。で32件の敗訴判決ってよく文科省が根拠にしている裁判例あるじゃないですか。あれは全部社会通念上の社会的相当性を逸脱するから不法行為に当たるっていう、この C なんですよね。全部。なるほど。なので、不法行為が一定の法規範 C を含むもの、だっていうのは分かるんですよ。でも家庭連合は C しかしてないので、あれですよ、判例上の話ですよ、事実じゃなくて、C をしたとしか認定されてないので、法令違反というのは無理って分かりますか？A と B しかないから、法令って。確かにこれだから C に今回当てはまるって言ってるってことは、実際にこの家庭連合が何かの罪を犯してこれがあるからアウトっていうことではないんですよね。そうですそうです。家庭連合は A も B も全然なくて、裁判例上この C の不法行為だけしてると言われてるんですね。で C しかないのに最高裁はこの C を法令違反だっていうふうにするために言葉でちょっとごまかしてる感じがあるんですね。それはさ、聞いてて無理があるなと思いました今。そうですね。いろいろだからあれですよね、すごい賢い人がいろんな難しい言葉並べて、すごいロジカルな感じで理論的にこう当てはめて、そうだなって思わせてるというか、いやそんな感じがあって、なんか分かんない人から見たら本当にやっぱり家庭連合って罪を犯したんだなって思っちゃいますね。決定文の3ページなんですけど、下から5行目ぐらいで解散命令の効果の話してるんですよ。これがちょっと今回、民法が入る入らないのも言いたかったですけど、これが一番言いたいかもしれないです。解散命令は宗教法人の法人格を失わせる効力を有するにとどまり、宗教法人じゃないことになるだけと。信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないものであるとだけ言ってるんですね。とだけ言ってなんかいろんな判断をしてる。
なんかある他の弁護士も言ってましたよね、そういうのって。あ、見ました。私も見ました。教会がなくなるだけで、そこのコミュニティとか信仰は別に持っててもいい、個人だから個人をなんか大切にはしてますよみたいな、言ってましたね。なんかでこれも実はなかなか気づきにくい部分があって、これ、法的効果を一切伴わないって書いてあって、法的効果だったら確かにそうとも言えるんですよ。というのは解散命令の効果って宗教法人じゃなくなるっていうことなので、そうですよね、法的効果は。だからまあ具体的に言ったらその税の優遇が受けれないとか、そうなるだけなんですね、確かに、法的効果は。でこれ事実上の効果っていうのがあるんですよ。法律とは別で実際どうなるのみたいな。解散命令されたら実際どうなるのっていうのが事実上の効果。法律で定められた効果じゃなくて、でその事実上の効果っていうことをなんと過料の地裁の鈴木健也裁判長も、オウム真理教事件の解散命令事件の時の最高裁も言ってるのに、この最高裁、今回の最高裁は言ってないんですね。でそれ鈴木健也裁判長とか、オウム真理教の最高裁の裁判官の皆様がどう言ってくださってたかちょっと紹介していいですか。その事実的効果のことですよね。はい、じゃあオウム真理教最高裁、解散命令は信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないものである。もっとも、宗教法人の解散命令が確定したときはその清算手続きが行われ、その結果宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為のように供していたものも処分されることになるから、これらの財産を用いて信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることがあり得る。このように宗教法人に関する法的規制が信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあるとするならば、憲法の保障する精神的自由の一つとして、信教の自由の重要性に思いをいたし、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならないと。ここまで書いてよって思いません？めっちゃ、ね、丁寧ですよね。まさに確かにそれすごいイメージもできるし、最高裁は憲法の番人とも言われているので、この信教の自由の今の思いをいたしてところを抜きに、法的効果だけ言って、まあ信教の自由を法的効果では一切制限しないねみたいなことだけを言うのってかなり悪意を感じるんですよね。いじめですねこれ。これはちょっとかなり不当なところです。いやそれで鈴木健也裁判長も同じ感じです。これあえてちょっと読み上げるというよりは、その憲法が保障する信教の自由の重要性にも鑑みてと、で、宗教法人に対して解散命令がされることが本当に必要でやむを得ないものであるかどうかを、慎重かつ厳格に判断されるべきだって、過料の地裁でちゃんと書いてくださってた。地裁の裁判長がなんで最高裁でここ抜くんですかみたいな、確かに思いませんか？普通に考えたら分かりますよね。教会っていう場所がなくなった時の影響って、宗教法人の解散って誰がした行為をもとに解散になるんですかっていう問題があって、組織を作ったことを利用して、組織的にやったような場合だと、そういう場合に宗教法人の行為だから解散しますみたいな感じのことが、ざっくりと書いてあるんですね。だから普通はそういう教団の行為と見なせるような会長とか、教会長とか、そういう人の指示の行為とでなければいけないと。だけど最高裁はそんなこと法律に書いてないって感じのこと書いてるんですね。ちょっと読みます、宗教法人の代表役員その他の幹部が法81条1項1号所定の行為をした場合でない限り、当該宗教法人について同号に該当する自由があるとは言えないというが、これ言うがっていうのは家庭連合がですね、同項柱書きや同号の文言上そのような限定はなく、他に書論のように解すべき
根拠は見当たらない、論旨は採用することができない、書いてないよねと、代表役員に絞るとか書いてないよねということで、なるほど。だから極端に言えばこれを見ると、もうなんていうんですか、すごく一般的な信者の方でもが、不法行為をした、もちろん家庭連合の業務みたいなのに関連する不法行為ですけど、をしたら家庭連合が解散みたいなことを、書いてる感じになるんですね。これもあれ、岸田元首相なんか組織性とか言ってなかったみたいな、そうか。その関係どうなってるんだろうと思って、一信者が不法行為をした場合解散って言って、いやいや組織性が認められる場合は民法の不法行為も法令に入りうるとかいう答弁でしたから、そう全然なんか、確かにけど一信者がなんかそのちょっと献金勧誘を自分でなんかしたり、伝道をちょっと強くしすぎて社会通念上違法で、それがそういう人30件あったとして、教団につなげるにはなんかよほどのこと言わないと教団の解散っていうちょっとなんか納得が難しいなっていうのが、家庭連合の敗訴とされる32件、文科省が解散理由としている多分一番のもの、これ32件中、使用者責任って30件なんですね。で使用者責任ってどんなものかと言いますと、個人の信者が不法行為をした、で家庭連合は不法行為をしてない、でも個人の信者が不法行為をしたで、あと家庭連合に関係するような献金とか、伝道とかに関して不法行為をしちゃったから、家庭連合はその賠償を代わりにしてあげなさいと、肩代わり、そういうもんなんですね、使用者責任って。なるほど。これが30件なんですよ。ちなみに2件が家庭連合の不法行為という民事裁判例なんですね。逆に言えば30件は家庭連合の不法行為は認められてないんですよ。その裁判では709条の家庭連合の不法行為と、民法の715条の家庭連合の使用者責任、どっちも主張されたんですね。でも使用者責任だと認定されてるんで、これもしその会長とか、教会長とかが指示して、その信者がやってたら普通に家庭連合の不法行為なので、確かに32件の709条の家庭連合の不法行為なはずじゃないですか。で民法入るからこれで解散だっていう立論がちょっと私は反対ですけど、していくならまだギリギリわかる。でも30件使用者責任ですから、この最高裁はこんな文言上とか言いますけど、みたいな、どうやって宗教法人の行為でだから宗教法人が解散って、だから使用者責任ってもう認めてるっていうことは組織がやってるって言ってないのと一緒ですよね。そういうことです、裏を返せばそうだから組織性だってこの32件を言うとしたら、もうほぼないし、あるともう無理やりやっても2件そうなんですよ。くらいだから組織性っていう言葉では、もうちょっと解散ありえないと。2件ですから。確か、いや無理ありますねそれって。2009年以降に伝道されて入った人で原告となった、被害を訴えた人は1件だけなんですよ。でこれよくなんでその伝道した時で測るのかとか言われるんですけど、これあんま変わらないんですよね。その最後の献金と最初の献金って。つまりどういうことかというと、最後の献金で仮に見ても、2013年の献金が最後で、でしかも2009年以降に、それが損害だと認められたその献金が損害だと認められた裁判例って2件しかないんですね。2013年ぐらいの献金が損害だと認められている民事裁判がその32件の中に2件あるんですけど、結局1件が2件になるのと、2013年が最後なんで、大体もう10年以上
不法行為が認定されてないってことには変わらないんですよ。確かに継続性がない。もう最後の献金で見てもですよ。そうですよ。もう10年以上経ってますよね。10年間1円もうん不法行為に基づく損害としての献金はないってことですから、ないですよね。裁判上。うんだからうん2009年以降の被害だって言って陳述書を捏造してきたんですよ。へえ、聞き取りしてなるほど。嘘を盛り込み、うわーすごい。へ2009年以降も被害があることにした。え、うん、こ逆にれはもう、うんまあ、裁判上でたくさんちゃんと分析して主張してるので、でうん最近ニュースにもなってると思うんですけど、うんうんうん、虚偽捏造の陳述書を文科省が作ってきたと。うんでここでちょっともう一つ言いたいことあっていいですか。うんはい。虚偽捏造の陳述書を作る時間って、うんこの質問権を行使してた時間と、うんなんか並行してるみたいなニュースがどっかであったんですよ。うんその質問権はやってるけど、同時並行で、はいはい。なんというか資料を集めてるみたいな文科省言ってたんですよ。でそれがこの作成年月日、この捏造の陳述書を見ると令和4年から令和6年なんで、まあ、その質問権やってる時期に作ってたんですよね。へえ。でこれよく過料になったのは当たり前だと、うん国が質問して答えなかったんだから当たり前だって言いますけど、まあ、家庭連合の公式ホームページにも、うん段ボールまともに答えようとしたら、うん段ボール5000箱以上、まあ、うん1万箱にもなるかもしれないようなひどい質問が、いじめみたいな質問がはいはい。 2週間以内とか言ってあって、うんそれに答えられなかったから過料っていじめだろうみたいなのもありましたよね。うんありました。でそれとともにこの文科省の姿勢として、うんそもそも質問権で得たもので解散命令申し立てをしようとしてたなんて到底思えないんですね。その虚偽捏造の陳述書を用意して、おおで結局それを証拠にして解散命令申し立ててきてるわけじゃないですか。確かに。この姿勢の文科省ですから、なんか多分ご覧になったことあると思うんですけど、東京地裁に対して13日に解散命令請求が行われるようになったと。その解散命令請求が行われた10月13日の話ですね。うん2023年か。で、ここで宗教法人審議会の内部の話がこの産経新聞に書かれてるんですよ。うんこの質問権の行使について質問権行使していいですかとこう諮問する先の宗教法人審議会という専門家の審議会があったんですけど、うんそこの内部では解散命令請求ありきの進め方に異論もあったとされ、文化庁側は内閣が飛んでしまうと訴えて合意形成を図った。なんか聞いたことあるそれ。聞いたことあります？はい。で宗教界から選出されたある委員は、文化庁の調査が大詰めに入った今年9月、今でも政府見解の変更には納得していないと、これ一夜にしての話、納得していないと周囲に漏らした。一夜でひっくり返った法解釈に宗教界は信教の自由への影響を憂慮した。それでも文化庁は審議会で教団に何もしなければ内閣が飛んでしまうと呼びかけ、請求の前提となる質問権行使の正当性を訴えた。内閣飛んでしまうとか解散と関係なくないですか？ないですね。そんな情で訴える不店舗ありですか？まずこれ、うんいやなしですよね。なしですよね。もう陳述書で言ってることに信用性がないっていうのは、地裁の裁判官の皆様は分かってらっしゃると思うんですね。だからこの陳述書に関してはもうさっきのご質問だともう証拠の価値がないなと。であともう一個おっしゃったのが民事裁判の敗訴と言われる32件の例と。でそれもさっきの30件は使用者責任で組織性どうなのとか、で2009年以降の事案は1件しかなくて継続性とか、今解散する必要性どう説明するんですかとか、いろんな問題もありますし、もう一つ主張しているのはこの32件の裁判を訴えた人原告っていうんですけど、この原告の多くは、拉致監禁、実際にどこかこう監禁されて、反対派の方とか反対の牧師の方とか脱会屋、この前の宮村隆さんとか脱会屋が来て強制に帰郷を説得する反対本とかをこう渡して読めとかですね、
出られない状態で携帯とかも取り上げられて、これはその32件の裁判の尋問調書っていう証人が喋ったり本人が喋ったりしたのが文書に残ってるんですけど、それを見ても拉致監禁されてる様子、出ようと思ったら出れたんですかってこちら側の弁護士の先生が聞いたら出れませんでしたとかですね、で携帯が取り上げられて ましたよねってはいとか、そういうやっぱ認められてる部分があって、拉致監禁というものがあることは事実で、でそういう原告によって、虚偽主張がされてきたんですけど、ただやっぱり信者であった本人が、お金を請求してる、実際にした献金を、この場合、裁判官としては、実際献金したし少しぐらい返してあげてもいいんじゃないとか、例えば感じたとして、で民事だから、民事ってその困ってる人って訴えられてる人をうまく調整すれば、ある意味裁判官の判決で和解みたいな効果を生んで、でそれ支払ってもう終わると、なんとかどっちかにジャッジしなきゃいけないから、落としどころみたいなのを探ったりするじゃないですか。それで家庭連合の敗訴のその32件っていうのは請求額に比べるとざっくりですけど全体の平均 50% 認められてるんですね、原告の請求が。逆に言えば 50% は認められてない。これからも分かる通りちょっと調整してる感あるじゃないですか。だからそういう感じでゼロにはしなかったと。本当は拉致監禁された人の主張だったら、その信用性ないから全然信じられないね敗訴っていうのが普通なんですけど、普通ですね。なかなか信仰を証明するのも難しいし、不法行為を証明するのも難しいから、ぼんやり推認して 50% というのがあったんじゃないかっていうのがちょっと私の一つの感想ですね。こういうもので果たして解散かっていうのがあるので、この32件のことはもう本当にいろんな主張書面と証拠を出して解散裁判でもやってます。でこれがどう判断されるかですね。最高裁の感じを見ると怖いってなるんですけど、怖いですね、私たちが見えない中で、こんなことが繰り広げられてたんですね。そうですね。難しいけど、今日よく分かったし、なんかもう何とも言えないですね、本当に今。そうですね、何とも言えないですよね。また今後ね、いろんな動きがあると思うので、その都度またお呼びしたいと思います。ぜひピクニック会で、そうピクニックしながら前の提案そうですね、前も提案してね、楽しいこともしたいですけどね。そうですね。じゃあまた会っていろいろ聞かせてください。わかりました。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまるちゃんぴょーん。じゃあもう間髪入れずに写真で一言いきます。最後じゃあ写真で一言どうぞ。おならやと思ったんやけどな。面白い。じゃあ皆さん大丈夫ですか？大丈夫ですか？気合入ってこんな感じ大丈夫なんですか？なんか笑っちゃったけどいいのか、私がこんなさ下立てで笑ってですよね。もうカナさんの印象も良くないなと思ってるんですよ僕。じゃあ皆さんぜひいや大丈夫かな。これがよかったらグッドボタンも押してチャンネル登録もしてください。じゃあ皆さん次回お会いしましょう。バイバーイ。